皆さんこんにちは。レッドです。前回の動画でこちらダイハツハイゼットの全塗装をしたんですけど、足回りがちょっと寂しいので今回はねホイールを新しいのに変えていくんですけども、まだ新しいホイールが家に届いておりません。だけど車高を変更するキットが先に届いているので、ホイールの前に車高を変更していきます。それでは今回の車高がどうなるのか発表していきます。上げ下げ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 上げ。今回は上げトラにしていくよ。そして今回車高を上げていくのに使っていく商品がこちら、2インチリフトアップキット。こちらの商品は楽天市場で2万円で販売しております。そしてインチアップをする前に現在の車高がどんな感じなのかをね測定していきます。まずはフロント 595mm、 続いてリア 625mm。 それではリフトアップとホイール交換作業レッツスタート。今回の撮影で10万円以上ぶっ飛んでます。今回は車高を2インチ上げていくよ。ちなみに1インチは 254mm。 果たしてどうなるのかな。ちなみに私のガレージにはリフトがあるんですが、今回はね参考になるように普通のジャッキを使って作業を行っていきます。それでは最初にこの2種類のアルミブロックを組み込んでいきます。ざっくりな説明で言うと、この大きなアルミブロックがこのタイヤのところに来ます。そしてこの小さなアルミブロックがプロペラシャフトの上のところにつきます。なのでここのボルトを外していきます。落ちてこないようにジャッキで軽く支えます。全部のボルトが外せたのでジャッキをゆっくり下ろします。隙間ができました。第1ステップ完了。そしたら次にこの大きなアルミブロックを入れていきます。で最初にホースが2箇所固定されているので、この2箇所のボルトを取り外します。そして次にボルト4箇所を緩めていく前に一旦掃除をしておきます。デフにかかってるジャッキをゆっくり下ろしていきます。次にこちら大きなアルミブロックです。下には小さな穴があって上には大きな穴が開いています。この部分に突起物があるので穴の位置を合わせてはめ込みます。そして下の小さな穴に付属のネジを取り付けていくんですが、ネジ山が中途半端で最後まで締まりません。なのでネジ山を追加で作ります。 M8 のピッチが 1.25 のタップを使っていきます。これでしっかり根元まで入りました。そして組み込む前にこちらソメキューの必殺サビ封じを使って塗装をしておきます。こちらの商品はサビ、鉄、塗装の上からでも塗ることができてプライマーとしても優秀なので、組み込む前に塗っておくことをお勧めいたします。
この突起物を下の穴にセットして、デフをゆっくり持ち上げて上の穴にはめていきます。ほい、入りました。そして次に長い U の字のボルトを取り付けていくんですけど、この下の部分に溝があるので、溝の内側に入るようにセットしていきます。そしてホースですが、もともとついていた位置をずらしました。この位置をずらさないとホースがパッツンパッツンになってしまうので、取り付ける時には調整をして取り付けてください。反対側もね、今組み込んだ状態なんですけど、ケツがめちゃくちゃバイーンって上がってます。そしてこのアルミブロックを入れたことによって、プロペラシャフトが見事なまでにまっすぐになっています。完璧ですね。そしたらフロント側の車高も上げていきます。 L が助手席、 R が運転席、そして取り付け向きが決められています。この取り付け向きを間違えるとキャンバー角度がおかしな角度になってしまいます。そして今真上から見ているんですけど、穴の位置が右と左違うのが分かりますか？ L は右方向に寄っているんですけど、 R は右上にね寄っています。なのでシールの向きがね間違っています。正しい向きはこうですね。車高が上がるとポジティブキャンバーになってしまうので、この穴の位置をずらすことによってキャンバー角度を限りなくゼロに近づけることができます。そして今回のこのスペーサーを頭に取り付けます。この取り付け位置が変わるとキャンバー角度がこんな感じで動くのが分かりますよね。よし、そしたらナットを取り外す前にストンと落ちてこないようにジャッキで支えておきます。そしてブレーキホースの中間ポイントを取り外しておきます。では取り外していきます。今ジャッキで支えているので落ちてきません。なのでゆっくり圧力を抜いて下げていきます。てな感じで外れました。で本当はこのゴム部分も交換した方がいいんですけど、今回は用意していないのでまた別の機械でね取り替えていきます。そして新しいこのスペーサーを組み込みます。OK。助手席はスポッと入ったんですけど、運転席の穴の位置が若干ずれているので、穴をほんの少しね拡張してから入れます。あ、いったいった。ほんのちょっとだね、調整は。よし。では車高がどれくらい変化したのか確認していきます。675。リアはジャスト5センチ上がっています。フロントが662。フロントの方がめちゃくちゃ上がってます。
そして気になるキャンバー角度、まず右フロント、内側に 0.25 度です。そして助手席側が内側に 0.1 度です。ほぼ0度ですね。正直今回のキャンバー角度だったら、修正しなくてもいいかなっていう感じなんですが、せっかくキャンバー調整をするためにキャンバーボルトを購入しているので、0度を目指して組み込んでいきます。で、何も装着してない時のキャンバー角度を一度測定しておきます。荷重がかかってない時の角度がマイナス 0.6 度になるので、マイナス 0.4 度になるように設定をしていきます。で、今回は上のボルトをキャンバーボルトにしていきます。そしてこのキャンバーボルトの突起部分がしっかり根元に入る必要があるので、この入る角度に設定してから入れていきます。すごく分かりやすい動きを見せます。このキャンバーボルトの突起物を手前に向けた状態でキャンバーボルトを回すと中心になったり、手前に出てきたり、中心に戻ったり、手前に出てきたりを繰り返します。で、このレバーを反対向きに向ければ、中心に戻ったり、奥に行ったり、中心に戻ったり、奥に行ったりを繰り返します。こんな感じでキャンバーを調整します。キャンバーボルトを調整することによって、水平器が今目的のところに行きました。で、さらにここから回すと、キャンバー角度がまた変わっていきます。なので目的のところに合わせたらナットを締めていきます。ずれてないずれてないみたいな感じで、キャンバー調整をします。反対側の作業はさあ、キャンバー角度はどうなったかな。助手席のキャンバー角度0度、運転席のキャンバー角度0度、完璧です。これでキャンバー角度が終わったんですけど、まだ終わりじゃないんですね。車の進行方向に対してタイヤが内側を向いているのか外側を向いているのか、トーイントーアウト、この調整が必要になってきます。そこで今回はこちら、サイドスリップテスターを使って今のトーがどんな角度になっているのかを測定します。使い方は至って簡単です。というか過去の動画でやっています。まずはサイドスリップテスターをタイヤの真正面にまっすぐ置きます。メジャーを使うとまっすぐの目安がね、分かりやすいです。で、このテスターはこのような動きをするので、メモリを0に設定しておきます。で、あとはゆっくりこのテスターの上を通過させるだけです。めちゃくちゃ振ってるじゃん。振りすぎて外れとるやん。測定できないぐらいトーアウトになってしまっているので、ざっくり調整します。トーの変更方法はタイロッドを調整していきます。この真ん中の長いバーですね。この奥のナットとホイール側についているナット、このナットをまず緩めないといけないので、ピットワークの RPC を吹きかけておきます。シュー、反対側にもシュー。私が来た。よし。硬い。めっちゃ硬い。緩んだ。よし。運転席側も縮めていきます。
これで一旦テストをしてみます。遠いんだったので、もっとタイロットを伸ばします。ジャスト0度です。誤差の可能性があるので、もう一回測定をしておきます。いいね、バッチリだね。そんな感じで助手席側も調整をしておきます。その作業はスキップ。さあ、これで車高とアライメント調整が終わったので、あとはホイールが届くのを待ちます。なのでしばし待たれよ。やめて、新品で購入したホイールなのに実際届いたものに問題を起こさないで。レッドの精神まで燃え尽きちゃう。お願い、問題を起こさないでホイール。あんたが今ここで問題を起こしたら、新品で買ったレッドの気持ちはどうなっちゃうの？保証期間はまだ残ってる。ここで返答が来れば対応してもらえるんだから。次回ホイールシス DIY スタンバイ。